からお醤油。いきます。はい、続いて大根です。大根をおろしていきます。おろしたら少し水気を切って置いてあげてください。きゅうり5ミリぐらいで細切りにしていきます。サイズ的には何だろう、サラダとかに入ってるサイズぐらいかな。続いてみょうがです。みょうがはね、5ミリと言わず薄く切っていきましょう。はい、そしたらね、鶏肉はですね、塩コショウしていきます。これね、一口サイズに切ってください。入れてコショウ。そしたらポリ袋にね、入れていきます。バットの、ね、上でもちろんつけてもいいですが、ポリ袋の方が揉み込みやすいのでおすすめしています。お醤油、酒とみりん、そして生姜加えてよく揉み込んでいきます。はい、そしたらこのまま少し置いておきましょう。はい、そしたらね、バットなどにね、片栗粉入れます。そして鰹節入れます。そしてこの段階でよく混ぜておきましょう。これでね、鰹節をまとった衣ができます。使ったお肉、少しね、汁気取りましょう。味はね、染みてるので、多少取ってあげても大丈夫なのと、そしたら少し汁気を取った状態で衣付けしていきます。衣をしっかり両面つけていきましょう。動かしながらしっかり衣をつけていきます。はい、そしたら焼いていきます。サラダ油引いています。少し多めですね。そしてこの時コツがあります。置いたら極力動かさない。これね、動かしたくなるのは気持ちはすごくわかるんですけど、動かすと衣めちゃめちゃ剥がれます。なので我慢で、少しね、お肉を動かさないようにしながらちょっとフライパンを動かしてあげたりして、真ん中の方ね、ちょっと油がしっかり入ってなかったので少し入れてあげてます。はいはい、そしたらね、ボウルにどんどん入れていきます。ツナ少しね、油切ってます。この後ね、ごま油入れるんでね、ちょっと油強くなっちゃうので少し切ってます。で、ごま油とたっぷりごま混ぜます。そしたらそこにきゅうりとみょうが加えていきましょう。で、全体を加えていきます。はい、そしたらね、全体がよく混ざったところで穀物酢、軽く酢を足します。そして塩と胡椒で味整えていきましょう。で、今回ホワイトペッパー使ってますが、ブラックペッパーでもいいとは思います。最後、海苔です。海苔ね、手でちぎっちゃいましょう。ちっちゃくしていきます。焼き海苔使ってます。味付き海苔だとね、ちょっと甘さとしょっぱさが乗っかっちゃうので、焼き海苔使ってください。刻み海苔あればね、刻み海苔でもいいですよ。で、全体ぐるっとあえて完成。はい、じゃあ盛り付けます。はい、こちらで完成。はい、そしたらじっくりと焼きました。ひっくり返していきます。しっかりね、茶色く焼き色がついてますね。はい、ここまでしっかり焼いていきましょう。お肉ね、動かさなかったので、衣がほとんど剥がれてないんですよね。フライパンの上にほとんどないよね。なので、ちょっと皆さんね、これ我慢して、しっかり丁寧に焼いていきましょう。しっかりやっていきましょう。で、ちょっとだけ油なじましてあげて、また置いておく。はい、そしたらね、しっかり火が入りました。そしたら器に盛り付けていきましょう。油ね、一緒に入れちゃうとちょっとくどくなっちゃうので、フライパンに残った油は一緒にお皿に盛り付けないように気をつけてください。ポン酢かけます。ポン酢ぐるっと。ネギ散らして。そして
大根おろしを添えて完成。はい、じゃあ行きましょう。まずは玉ねぎすりおろしていきます。はい、生姜も同様にこれでいっちゃいましょう。すりおろしていきます。キャベツ添えの千切りしていきます。でこうね、上の葉を取ってこうちっちゃくくる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 ってまとめて切ってあげると割と千切り楽にできます。大きい状態でね切ろうとするとやっぱりこの包丁からまな板の距離もうできちゃって難しかったりして分厚くなっちゃったりねするんで、ちっちゃくねちょっとひと手間なんですが斜めに切っていきます。割と薄めに切っていきましょう。サラダでねあえちゃうので薄い方がね食べやすいです。はい、そしてトマトヘタ取ります。でくし切りにしていきましょう。はい、続いてレタスです。レタス中を押してあげると芯だけ取れます。あとは手でハムで割る。はい、親指に力を入れてこうパキッて割るぐらいのサイズが割とこう食べやすいのかなと思います。食べやすいサイズに切っていってください。よし、わかめ水で戻します。春とかだったらね生のわかめ使ってもより良いかと思います。はい、続いてハムです。ハム重ねましょう。そして半分に切って5ミリ幅に切っていきます。これくらいか。この段階で事前にこうほぐしておいてあげると後でサラダでねあえた時の均等にハムが行き渡りますので、ちょっとしたコツでした。豚肉いきましょう。塩コショウします。生姜焼き結構この下味塩コショウしっかり入ってるかどうかでだいぶ味変わってきます。理想を言うと両面しっかり塩コショウしてほしいですが、片面でもね、大丈夫っちゃ大丈夫です。粉付けしていきます。薄力粉でね、しっかり両面衣がつくようにつけていきます。フライパンに油を適量引きまして焼いていきます。火加減はね中火です。一気にね焼いていくとお肉がちょっと硬くなっちゃうので、中火ぐらいでじわりじわりと火を入れていってください。はい、そしたらね片面に少し焼き色がついたぐらいかな。じゃあひっくり返していきます。で裏面もね少しだけ焼きましょう。だいたい火が入ったかなぐらいになったら取り出していきます。はい、そしたら同じようにまたお肉フライパンで焼いていきましょう。はい、そしたら火を弱めていきます。そしたらそこにねだし加えます。そこに醤油、みりん、そしてお砂糖加えて少し煮詰めていきます。そしたらねボウルに調味料入れていきます。お酢、醤油、ごま油、そしてごま。はい、で事前にねここでよく混ぜます。そしたらここにいろいろ加えていきます。わかめは水グッと絞って切ってます。そしてきゅうりでハム、そして一回ここでよくあえていきましょう。はい、で全体よく混ざったところでレタス加えていきます。大量の場合はちょっと量は調整して入れてください。混ぜるときはすくい上げて上にかけるような。はい、で全体よく混ざったところで塩コショウで最後味整えます。はい、そして最後またひと混ぜして完成。じゃあ盛り付けていきます。今回ねカットわかめ買ったんですけど、ぜひねわかめが旬な時期に作ってもらうとわかめがね美味しさを感じられる。しらすとかね足してみても美味しく食べれるんじゃないかなと思います。はい、一品完成。はい、生姜焼きある程度ね先ほどのタレが沸いてちょっとだけ煮詰まりました。そしたらお肉戻していきます。先ほどね途中で
火を入れるのをやめたんですが、ここで最後まで火を入れてしっかり火が入った状態に仕上げます。でね、今回衣をしっかりつけているので、このタレよく絡んでくれます。衣つけずに普通にただ生姜焼き焼いた状態でこれ作ったとしても、タレがねしっかりお肉にまとってくれないので、なんかちょっと物足りない感じになります。なのでしっかりとね衣つけてあげることで美味しく仕上がります。はい、そしたらねお肉にしっかり火が入ってしっとりと仕上がってきたところで、器にね盛り付けていきましょう。でタレ最後ちょっと一気に煮詰めます。でこうねフライパンこうかいて、こうしっかり線ができるぐらい、もうちょっとかな、これぐらいになったら止める。そしてこの生姜焼きのタレごとだらっとかけて、つゆだく生姜焼き完成。はい、じゃあ行きましょう。ブロッコリーがいこうか。ブロッコリー切ります。小房にしていきましょう。でね、食べやすいサイズにね切っていってください。ちょっと大きかったら半分にするとかね、調整しながら切っていきます。で茎の部分ね茹でれば食べれますんでね、今回は入れないですけど、ぜひ入れてください。はい、続いてニンニク。ニンニクは上下落として包丁の腹で潰します。中からね芯を除いていきましょう。玉ねぎはみじん切りにしていきます。ザクザクと切りましょう。はい、こんな感じでみじん切りにしていきます。辛い時は水でさらして一回ね辛みを抜いてから食べてあげるといいと思います。なのでこの後水でさらします。はい、続いてトマトです。トマトヘタ取りましょう。小さめのね角切りにしていきます。これサルサのソースになるんでね、すごく細かくしたりしてもいいし、すりおろしまでいっちゃうとちょっとサルサ感が出ないので、ちっちゃめのみじん切りぐらいの感じかな。角切りにしていったらいいと思います。まず横にスライスしてます。切ってあげて、横にしてさらに横に切る。はい、こんな感じです。はい、続いてパセリです。パセリはねザクザクっと刻んでおきましょう。はい、でカニカマはね事前に手で裂いておきましょう。下処理切るとかね、調味料混ぜるとかね、そういったものを先にまとめてやっちゃいましょう。そしたら先にね下処理していきましょう。塩振ります。今回ね生酒使ってます。塩ついたねお酒ではありません。塩コショウして、で少しね臭み取りたいのもあってお酒加えていきます。でちょっとこのまま置いておきましょう。そしたら玉ねぎ水さらしておきましょう。はい、そしたらブロッコリー入れていきます。はい、少し少量のお塩入れて、はい、このようにブロッコリー入れていきます。はい、そしたら鮭焼いていきます。オリーブオイルフライパンねしっかり熱しましょう。はい、そしたらニンニク加えていきます。油にねニンニクの香り移していきます。でねちょっとね全体的にニンニク油しっかりまとわしてあげてから加熱していきます。オリーブオイルにしっかりとニンニクの香り移ったところで鮭焼いていきます。鮭は身が結構ねほぐれて崩れやすいので、あまり動かさない方がいいと思います。で入れたら一回下にね油入れてあげて、そのまま焼いていきます。そしたらボウルにいろいろ調味料入れていきましょう。レモン汁、そしてお塩でお酢でお砂糖です。でこれねちょっと辛さ皆さん調整してほしいんですが、タバスコ入れます。割と僕はちょっと多めに入れて6、7滴入れました。多分辛いの苦手な方とか、ちょっとこうタバスコの酸が苦手な方は2滴ぐらいでいいのかなと思います。ここにトマト、そして玉ねぎ。玉ねぎは水にさらした状態で水気を切っています。で全体をよく混ぜましょう。はい、こちらでソース完成。
はい、そしたらね、鮭ひっくり返します。鮭ね、先ほど使ったトングでひっくり返してもいいんですけど、結構崩れやすいので、こういうね、魚のフライ返しとかでね、こう丁寧にひっくり返してあげた方がいいと思います。こういうね、お魚切り身系はね、ちょっと洗い物増えちゃうんですけど、丁寧にね、ひっくり返してあげてください。はい、そしたらね、ブロッコリー入れます。水気切ってます。さらにペーパーで水気ぐっと絞りましょう。意外とね、こうつぼみの間とかにね、水分が結構グッと入ってるんで、ペーパーとかでさらに拭いてあげると、味がね、ぼやけなくて済みます。はい、そしたら、少しボウル片方に寄せて、お醤油入れます。お醤油。そしてそこにだし入れます。ここでよくね、溶かしてあげる、まずね。だし醤油作ります。はい。そしたら一回ブロッコリー和えます。ブロッコリーをね、一回だしにまとわしてあげることによって、ブロッコリーにしっかりお醤油の味、そしてだしの味がね、染み込んだ状態のブロッコリーができます。少しだけね、調味料つい取ります。その中にカニ缶。はい、その中にツナ缶。で、マヨネーズ。からしね。でマスタードでも OK です。まあでもね、ちょっと仕立てはね、和なので、和がらしの方が合うとは思います。で、全体よく和える。これね、お弁当に入れてもいいし、作り置きにしてもいいし、ちょっと多めにね、倍量2倍ぐらいで作ってみてもいいんじゃないでしょうか。冷蔵庫に常にストックしておいてもいいと思います。はい、そしたら盛り付けます。美味しそうですね。よし。はい、このままドドッと盛り付けて、はい、こんな感じで副菜は完成です。鮭です。美味しそう。かけてあげましょう。たっぷりね。で、全体的にパセリ出してあげて、完成。じゃあ、じゃがいもから皮むいていきましょう。でね、大きい芽は取ります。ちっちゃいのはそんなに気にせずいっちゃおうかと思います。ちょっと大きめのこういうところかな。こういうのをぐるぐると。はい、そしたらじゃがいも角切りにしていきます。ジャーマンポテトをこれから作るんですけど、ある程度大きさはね、あった方がやっぱ歯ごたえもあって美味しいので、角切りといってもめちゃめちゃちっちゃな角切りにするというよりは、食べた時に箸でしっかりつかめて、でもこう小さすぎないというかぐらいの大きさに切ってあげるといいかと思います。はい、そしたらですね、じゃがいもちょっと茹でるの時間かかるので、今回に関しては他の野菜切る前にじゃがいも茹で始めましょう。沸騰したお湯で茹でていきます。はい、続いて生姜薄切りにしていきます。はい、続いて玉ねぎ薄切りにしていきます。はい、続いてオクラガク取ります。くるくるっと。で、縦にスッとこっち入れていきましょう。はい、そして水菜です。水菜3センチ幅ザクザクと切っていきましょう。はい、続いてパセリも刻んでおきましょう。ザクザクとジャーマンポテトの中に入れます。なのでちょっと粗くても大丈夫。はい、こんな感じ。はい、続いてベーコンです。ベーコンね、まず1センチ幅に切っていきましょう。で、それを横に並べまして、だいたい1センチ1センチのね、正方形になるように、こんな感じで切っていきます。拍子切りにしていきましょう。そしたら豚肉に塩コショウしていきます。しっかりめに。で、お酒。で、生姜。でね、全体よくね、なじましておきましょう。で少しね、なじむまで置いておきます。はい、そしたらね、沸騰したお湯にネギのね、青いところを加えていきます。大きいのでちぎりました。そして生姜スライスしたやつね、加えていきます。少しこの状態で置いておきましょう。
はい、そしたらね、その中にオクラ加えていきます。オクラ、はい、オクラをねしっかり茹でていきます。はい、じゃあ茹でたらね、オクラ取り出しましょう。そしてその中に豚肉入れていきます。でね、ちょっとほぐしながら入れていってください。固まってるとね、固まったまま火が入ってしまいます。はい、そしたらですね、豚肉取り出していきましょう。豚肉ね、なくなっちゃったりするのとね、うまみがガンガン逃げます。この状態で冷ましていきましょう。はい、そしたらね、じゃがいも串刺してみてスッと通れば OK、 全然 OK だね、通りますね。そしたらざるとかでね、一回じゃがいも取り出していきましょう。フライパンにオリーブオイル敷きました。そしたらベーコン炒めていきます。ベーコンに焼き色が少しついてきたぐらい玉ねぎ加えます。玉ねぎもねしっかり炒めていきましょう。はい、そしたら玉ねぎに火が入ってきました。そしたら先ほどのじゃがいも入れます。全体を炒め合わせます。周りからお醤油で白だし、少し全体的にお塩と胡椒、はい、そしたらかつお節入れます。丸ごと全部入れちゃいましょう。これで、はい、全体的に、はい、よく合わせてあげたら完成。はい、盛り付けます。美味しそうだね。はい、こんな感じでしっかりと盛り付けました。パセリをかけてあげて、はい、こちらで完成。はい、そしたらね、調味料合わせていきます。はい、ごま油、そしてポン酢、少しだし加えます。で、全体よく和えておきましょう。はい、そしたらですね、豚肉上に乗っけましょう。下にね、切った水菜引いてます。でね、ちょっと映像ではね、取り損ねちゃったんですが、オクラ食べやすいサイズに斜めに半分にしてます。はい、そしたら最後ね、混ぜ合わせたタレぐるっとかけてあげて、全体にごま散らして完成です。はい、出来上がり。まずはね、主菜の方のキャベツです。1センチ幅くらいで縦に切りましょう。でね、ちょっと大きいやつは半分ぐらいにしてあげる。こんなもんかな。続いてレモンです。レモンを輪切りにしていきます。はい、続いてスープの方の野菜切っていきます。でね、サイズも角切りサイズにしたいんですけど、キャベツに関しては、これくらいのスープにしてね、美味しそうな、食べやすそうなサイズにして切ってください。はい、続いて玉ねぎ。玉ねぎも同様に、よいしょ、同じぐらいのサイズ感で切っていきます。はい、続いてきゅうりです。きゅうりもね、同様に角切りにしていきます。どうしようかな。半分にして、半分にして。はい、続いて大根です。大根皮むいていきます。はい、そしたらね、大根も同様に角切りにしていきます。大きさね、揃えて切っていきましょう。はい、続いて長ネギです。長ネギに関してはサイズ感が難しいので、ちょっと大きめの斜め切りにしましょう。これだけ斜めに切ってます。はい、続いてトマトです。はい、ヘタ取って、そしたら半分で4等分ぐらいかな。これもスープに一緒に入れていくんですけど、もうちょっといったした方がいいか。5等分ぐらいか。はい、5等分にしました。大きいのね。鶏肉切っていきます。
パーツね、ばらしていきましょう。このね、筋のね、通りを、筋の向きと垂直にね、立つようにそぎ切りしていきます。はい、そしたら塩コショウします。で、全体よくなじましておきましょう。はい、そしたらですね、フライパンにオリーブオイル入れていきます。ある程度火回りましたね。そしたら先ほどの野菜、トマト以外入れていきます。はい、そしたらね、野菜が少ししんなりしてきたところで塩、全体的に振っていきます。少々ね。このようにね、しっかり焼き色がついた状態で白ワイン加えていきます。大さじ2。はい、そしたらここにお水加えていきます。450。そしてそこにトマト。そしてコンソメ。で、このままね、少しずつ弱火でコトコトと煮込んでいきます。はい、そしたら主菜いきます。これね、トースター、アルミホイル引いて、で、キャベツ並べます。はい、並べました。そしたらその上にね、鶏肉置いていきます。まあ、できるだけね、こう、そぎ切りしてるんでね、開いた状態で並べていってください。多少重なるのはいいんですけども、できるだけ重ならないように、一枚一枚置いていきましょう。そして、お酒。全体的に振ります。レモンです。レモンね、ふんだんに置いていきましょう。はい。そしたらこちらでトースターに入れていきます。はい。そしたらね、このようにね、トースターの中に入れていきましょう。で、10分から15分、12分ぐらいにしましょうか。ちょっとキーンってなったらまた様子見してみましょう。はい。そしたら最後、胡椒。お塩で軽く味整えて完成。すごくね、野菜の甘み感じて、そしてね、白ワインちょっと入れてることによってね、スープとしてまとまりもしっかり出てます。はい、美味しいスープ完成。はい、こちらで野菜たっぷりのスープの完成です。もしね、タンパク質とかね、足したかったら、豆のね、ミックスとか入れてもいいし、ベーコンとかね、足してもいいのかな。で、ベーコン入れるとちょっと塩気が追加になっちゃうので、塩は少し減らして仕上げてください。ということで完成。はい、そしたらね、これくらいしっかり火が入ってきました。そしたらアルミホイルかぶして、さらに加熱していきます。そこからね、だいたい8分ぐらいかな、加熱してあげてください。そしたら完成です。はい、そしたらね、こんな感じでしっかりと焼き上がりました。そしたら盛り付けていきましょう。そしたらね、もうこのままね、崩すのもあれなので、両サイドぐぐっとアルミホイル剥がしてってあげて、そのまま器に盛り付けていきましょう。はい、はい、こちらで完成です。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。